週刊風タイムズ、今週の藤井風さん界隈は日本の地上波での超ロング未公開トークが解禁され、音楽ルーツからボーカル感まで本人の言葉でじっくり掘り下げられた1週間でした。さらに代表曲グレースと花が日本レコード協会のダウンロード認定でゴールドに到達したという朗報も到着。英語詞アルバムプレマを携えて世界の舞台へ進む今の藤井風さんに、国内外のメディアや SNSがどう反応しているのか、改めて今の風を確認できるタイミングになっています。今回はテレビ朝日系ジャムの完全版インタビューを軸に、そこから見えてきた創作の根っこ、そして数字やファンの熱量が示す現在地までまとめてお届けします。では早速今週のトピックに入っていきましょう。パート1、ジャム未公開インタビューで見えた藤井風の根っこ。今週最大の話題は11月16日放送のテレビ朝日系ジャムで公開された藤井風さんの未公開トークを含むインタビュー完全版です。番組は普段はめったにテレビの前で語らない藤井風に120分インタビューを刊行した完全版として、取り下ろしの肉声をたっぷり放送しました。まず注目されたのが風さん自身が語るルーツの音楽。幼少期、父親が朝はクラシックで目覚めさせ、ピアノではジャズやクラシック、演歌、ポップスまで幅広く聴かせてくれたこと、食事中や子守歌の時間にもジャズが流れていたことなど、家庭の空気そのものが雑食で豊かな音楽環境だったと明かしました。さらにジャズピアノやジャズボーカルの優しい感じが自分の中で大きなルーツと語り、今の柔らかいグルーブや歌の間合いにもその土台があることを感じさせます。そして初めて自分のお小遣いで買った CD の話もファンの心をくすぐりました。風さんが挙げたのはノーダウトのボーカルグウェン・ステファニーのソロセカンドアルバムザ・スート・エスケープ。小学6年生のお年玉で買い直した1枚で1曲目を聴いた瞬間に、世界にはこんな曲があるのかと衝撃を受けたと振り返っています。日本の田舎でピアノ少年として育った彼が、グローバルなポップのきらめきと毒気の両方を子供の頃からまっすぐ吸収していたことが伝わってきます。さらに今回の完全版では風さんが影響を受けたボーカルについても深掘りされています。番組内の質問に対し、まず名前が挙がったのはイギリスのシンガーエイミー・ワインハウス。風さんは彼女のふてぶてしい歌い方に惹かれ、自分と共通する何かを勝手に感じたと語りました。こういう極め方があるんだと思わされたという言葉は、声の表情の濃さや人間臭さを大事にする風さんの姿勢と重なります。そしてもう一人がアメリカの歌姫マライア・キャリー。超高音や派手なフェイクだけでなく、吐息混じりの繊細な歌い方まで含めた表現の幅に圧倒され、メリスマの創造性に強く影響を受けたと話しています。派手さと繊細さの両極を行き来する歌唱感は、近年のライブで見せる風さんの静と動のコントロールにも直結していそうです。今回のジャム完全版が特別だったのは、こうした好きな音楽の話が単なる思い出ではなく、現在の作品作りとつながった言葉で語られていた点です。英語詞で統一された最新アルバムプレマは、80から90年代のポップや R&B の温度を風さん流に再解釈した作品だと評されてきましたが、幼少期の雑多な音楽欲、ジャズへの愛着、そしてエイミーやマライアから受け取ったボーカルの思想が一本の線でつながったように見えます。いわばプレマは突然の英語転校ではなく、子供の頃にまかれた種が世界で芽吹いた結果なのだと、今週の放送は改めて裏付けてくれました。番組は現在 TVer などで期間限定配信も行われているとのことなので、まだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。パート2、ダウンロード認定ゴールド到達、グレイスと花が示すロングヒットの底力。次のトピックは数字が語る今の藤井風。11月20日、日本レコード協会が公表した2025年10月度のダウンロード認定で、藤井風さんのグレースと花がゴールド認定を獲得しました。ゴールドは一定数以上の有料ダウンロードが記録された作品に与えられるもので、配信時代においても買って聞く層がしっかりついていることの証明です。まずグレースは風さんのキャリア後半を象徴するスピリチュアルで
開放的な楽曲としてリリース後も長く支持されてきました。今回のゴールド到達は単発のバズではなく、時間をかけて広がり続ける生命力を持つ曲だということを公式データで再確認させてくれます。海外ライブでもグレースの合唱が起きる様子がたびたび共有されてきましたが、その空気感がダウンロードという形でも積み上がっていたわけです。そして花は A.G. クックプロデュースで新たな音楽領域に踏み込んだ一曲。日本語詞でありながら音作りはよりグローバルなポップ感覚によっていて、プレマへ向かう過程の中で風さんの変化点を示した楽曲でもあります。今回のゴールド認定はその挑戦がリスナーにしっかり届き、今なお選ばれ続けていることを示しました。ここで面白いのが、最新作プレマが全編英語詞という大きな舵切りをした直後に過去の日本語曲が改めて同時に評価されている点です。英語詞で世界へ向かう一方、国内で育ててきた日本語の名曲群が今なお生活の中で聴かれ購入され続けている。これはどちらか一方を捨てたグローバル化ではなく、過去と未来の両方を抱えながら拡張していく藤井風さんらしいあり方だと思います。また先月の公式チャートではプレマがストリーミングを中心に総合アルバム首位をキープし続け、ロングヒットが続いていることが報じられていました。こうした持続的なヒットの背景には、作品単位で聴かれるアルバムの強さと個々の楽曲が別々の時間軸で伸びる藤井風さんの特徴があります。今回のダウンロード認定もその時間差で聴いてくる音楽の力を示す一例と言えるでしょう。数字のニュースはどうしても冷たく聞こえがちですが、風さんの場合はむしろ逆で、数字が増えるほど聴き続けた人がいる、生活の中に残った音楽があるという温度が伝わってきます。ゴールド認定の2曲は今のプレマ時代の藤井風が過去の積み重ねの上に立っていることを静かにでも確かに教えてくれる出来事でした。パート3、SNS と海外の反応、 BTS 動画の広がりと世界基準の藤井風像。最後は SNS と海外メディア周りの動きです。今週は特に公式準公式のアカウントから裏側コンテンツをもう一度楽しもうという流れが強く出ていました。藤井風スタッフの公式 X は I Need You Back の MV と BTS を今夜見ないという趣旨で投稿し、10月末に公開された I Need You Back Behind the Scenes を改めてプッシュしました。この BTS 動画は MV 本編のレトロでグラマラスな世界観の裏で衣装チェンジやセットの動き、風さんの表情の作り方がどれだけ丁寧に設計されていたかを見せてくれる内容で、11月中旬にも視聴数の節目を迎えたことがファン投稿で祝われています。 SNS では映画撮影みたい、英語詞の曲なのに風さんらしさが濃いといった声が多く、 MV と BTS をセットで味わうことでプレマ期のビジュアル戦略がより立体的に理解できるという空気が広がっていました。 BTS は単なるおまけではなく、風さんが世界に通じるポップ表現へどう踏み込んでいるかを共有する重要な手がかりになっています。そして海外側の反応としては、11月上旬に出たレビューやインタビューが今週も引用再拡散され、藤井風の英語アルバム挑戦がじわじわと浸透しているのが印象的でした。例えば You Discover Music はプレマを英語ポップへのラブレターと捉え、80から90年代の質感や国際的な制作人とのコラボが風さんの新しい創作の日を再展開したと評しています。また LA タイムズの9月のインタビューでは、ロサンゼルス滞在がクリエイティブの回復につながり英語制作へ踏み出す背景になったことが掘り下げられていました。こうした記事は発売直後のものですが、今週の8ジャムのルーツ語りと合わせて読まれることで、幼少期の音楽欲、日本での成熟、LA での再起動、英語アルバムという一本のストーリーとして海外リスナーにも理解されやすくなっています。さらに北米欧州ツアーの余韻も SNS 上ではまだ熱いままです。公式サイトでは2025年ツアー日程が整理され、今年のグローバル展開が点ではなく線で続いてきたことが確認できます。ファンが共有するライブ映像やセットリストからは、プレマの英語曲と死ぬのがいいわ、キラリなどの代表曲が同じステージで自然に共存している様子が伝わり、国や言語の境界を軽やかにまたぐ藤井風さんの姿が
が体験として広がっています。総じて今週の SNS と海外の流れは、ジャムの内面の言葉と BTS やライブクリップの外側の表現が噛み合って、藤井風というアーティスト像の解像度が上がった週だったと言えそうです。ルーツの話でどこから来たのかを知り、ビジュアルトライブでどこへ行くのかを目撃する、そんな2方向の材料が揃ったからこそ、国内外のファンが同じ熱量で語り合える1週間になったのだと思います。まとめというわけで、今週の風タイムズはジャム完全版インタビューで明かされた音楽ルーツとボーカル感、グレース・ハナのダウンロードゴールド認定というロングヒットの証明、I Need You Back、 BTS を中心とした SNS 再加熱と海外評価の再拡散の3本立てでお届けしました。風さんの活動は派手な新発表がない週でも、こうして本人の言葉、作品の数字、ファンの体験が連動しながら静かにうねりを作っていきます。プレマで世界へ踏み出した今、過去の曲の評価が積み上がり、裏側映像がもう一度光を浴び、インタビューの一言が新しい意味を持ち始める。これこそが藤井風さんのキャリアが長い風として続いていく強さなんだと感じます。来週も国内外のニュースと SNS の熱を拾いながら、今吹いている風向きを一緒に追いかけていきましょう。これからも毎週末に藤井風のトレンドを熱くお届けしますので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次回の週刊風タイムズでお会いしましょう。